ポジティブでないとできない、ネガティブな人はねリーダーには不向き。自分でね審査人に意識したことが一つあって、背中を丸めないっていう、要するにこういうふうにならない、そうするとトップがねこんなになってると職員もそうだし町民もそうだけど、ああうちの町長すごい参っちゃってるっていうか、精神的にやられてるっていうか、そういう姿だけは絶対見せないの。苦しいことはねいっぱいありました。ただね自分の苦しいというよりも、町民の皆さんがねみんな打ちなくしちゃってるし、それから家族を亡くしてる方々いっぱいいらっしゃってるんで、私の苦しさっていうよりも、町民の皆さんの苦しさっていうの方が大きかったかなと思います。だから体育館の廊下にみんなで出るわけですよ、1000人以上ね。でそこをぐるっとまず一回りするわけで「はい寝てね」で「おやすみまた明日ね」ってこうぐーっと見て回って、それから、外に出てで焚き火してる人に言って「じゃあ、ね、あと早く寝てね」って言ってで行くと、ちょっとそこ離れると真っ暗っすよ、電気ないから。星が綺麗なのよ、めっちゃくちゃ星、こんなに星ってあったのって思うぐらいに綺麗で、その時にふっとね頭の中にねよぎったのがね、中島みゆきのね「時代」っていう歌。知ってる？今はこんなにっていうあれって俺毎晩泣いてましたから。昼間はいい、夜はもう誰もいないから一人だけだから外にいる。その時は泣いてたから。人間ってそんなに強くないって、残念ながら演技の部分は正直言うとそういうふうに強がってるような格好を見せるのはね演技の部分。良いチームは何かというとね、普段からね大変失礼な答えになるかもしれないけど、ノミニケーションだな。みんなもう俺が言わなくてもとにかく町長の背中見ていくべついていこうっていう、そういう雰囲気でしたから、いちいち言わなくてもみんなその方向に向かってくれたなと。結構ねお酒私好きでね震災前からね結構いろんな人団体の人たちともうほとんど毎日のようにこう飲んでたんですよ。でもお酒飲むともう気心が分かる。気心って英語で何て言ったか分かんないけどこう分かり合えるっていうかな、そういうこう関係がこう構築できるんですよ。私ね震災でねこの8年間でずっと思ってることが一つあって、その人をねなんていうの復興市っていう市ねいろんなイベントですよ、イベント。それがね震災あってうちもない工場もない商店もない中で震災の1ヶ月も経たない頃にうちの商売やってる人たちが来てイベントやると、復興市をやると。どうするのって言ったらね、いや大丈夫だ、震災前から全国の商店街のネットワーク作ってた。でその全国の商店街がその南三陸にそういうイベントやるんだったら我々が全部品物持ってくる、そこでやろうっていう話をまとまって俺のところに来たのよ。でねそこで始まった復興市っていうのがね、その後毎月1回やるんですよ、最終日曜日に毎月の。で来年の4月で第100回迎えるんですよ。で記念のイベントやるんですよ。実はねこれ今何でこの話したかっていうとね、この復興市が南三陸のね復興をね牽引してきた、引っ張ってきた。南三陸こうやって頑張ってる、こうやって元気だよっていうのをね全国に発信し続けたのはその復興市ですよ。だからうちがね今持続可能、震災の直後からね持続可能な街を作ろうということでやってきたのは、一つにはそこで芽が出てきたのは、一つには国際にいわゆる森林の木材の国際認証を取ったんですよ。 FSC っていう国際認証を取る。でこれ取ることによっていろんなことが波及するのは面白いなと思ったのは、でねオリンピックで使うものってね国際認証を取ったものしか使わない。で新国立競技場は木材で作るという、いわゆるメインとしていくと。で分かったっていう。で結局日本全国の木を使うんだけど、
うちの木もね、宮城県産って出てるんだけど、宮城県の木材って出てるんだけど、これはね、間違いなくっていうか、うちしか取ってないんで、南三陸の木なんですよ。それからこれが一つと、それからもう一つは、うちのは基幹産業が水産業ですよ。でこれ何言いがったかっていうと、後継者が育つ、担い手が。他に行ってた子供たちが、あ、これだったら儲かるし、それから労働時間だってそんな昔みたいに長くない、じゃあ帰ってきてやろうって言って、どんどん今若い人が増えた。これがすごい副次的ないい面で、海の国際認証と山の国際認証2つ持ってるのは世界でここ南三陸町だけですから。世界の皆さんにこの南三陸で来てくださいっていう、そういう街づくりをしていかなきゃいけないなと思って、その礎ができたと思って、例えばこうやって政治っていうね、こういう自治体っていうのをトップになるのに一番必要なのはロマンだな。夢を見なきゃ、やっぱりできるかできないか分かんない、それとぶれないこと。